冷た。美智子さんが個室を出た瞬間、突然左手に冷たい感覚が走る。何ビールこぼしてんだよ、お前。突然グラスが倒れ、俺の左手はビールまみれとなってしまった。俺は触ってもいないから、今の主任が自分で倒したのだろう。私、スタッフ呼んできます。ああ、悪いね。ゆかりさんがおしぼりを取りに行ったので、個室には俺と今の主任の二人だけに。気まずい以外の感想がない。お前マジで役に立たねえな。俺を立てろよ。中卒が何をちやほやされてんだ。ふざけんなよ。こんなにごひいきにしていただいているのに、この方をご存じないのですか？俺の名前は倉田勲。中卒という情けない学歴だが、ありがたいことに知人の紹介で学歴不問の外資系製薬会社でマネージャーの役職を与えられている。国内での学歴にそこまで左右されない外資系ならではだろう。ただ外資系といっても日本国内にある製薬会社だから学歴を気にする人がゼロというわけではない。国内では基本的に大なり小なり製薬会社はどこも大卒が常識の人気就職先。そのあたりの事情もあってみんな俺のことを中卒とは思っていない。ちゃんと仕事をしていれば学歴なんて誰も聞いてこない。だから俺が中卒であることを知っている社内の人間はわずかだ。ただ以前しつこく聞かれ続けた結果、どうしてもごまかせず、今の主任に中卒であることがバレてしまった。大卒かつエリートの今の主任は、中卒でマネージャーなんてやれるんだな。俺ならそんな危ない橋は渡らない。と、その時だけは感心していた。しかし、薬学の知識があり、名門理学部卒業の今の主任は、ただ中卒というだけで俺を見下すことがその後増えた。今の主任と一緒に顧客の院内薬局に行ったこともあるが、彼の学歴ネットワークは凄まじいもので、出身校の内輪ネタの会話には全く割り込めない。同じ大学の卒業生。その学歴パワーは無資格だろうと参入だけなら可能なこの世界で、何も武器を持っていない人間よりはるかに好成績を残しやすい。いわば丸腰の俺は多少なりとも疎外感を感じたし、母校のネットワークでつながった人間はそうではない人間を明らかに見下していた。まあ中卒には到底理解できない世界だよな。かわいそうに。ある日、そう耳打ちされたことを俺は忘れられない。そんな今の主任は俺を合コンに誘ってきた。俺、ちょっと気になってる子がいてさ、その子の同僚が紹介してくれるそうだ。ああ、それは良かったですね。ただ条件があって、2対2なら紹介してくれるって話なんだよ。俺は、そうですか、と言って、隣の部署の合コン好きに話をすればと提案する。正直言って、関わりたくなかったからだ。お前バカかよ。合コン慣れしてるやつなんか連れて行ってみろ。全部持っていかれちまうだろうよ。ない頭を使え。相手は白衣の天使だぞ。こんな機会めったにないんだから、お前も黙って参加しろ。今の主任は加えて、念のために言っておくが、中卒が後輩だと知られるのはごめんだ。バレないように気をつけろよ、と付け加える始末。これが人に物を頼む態度とは心底呆れる。
しかし何か言っても、俺の言葉はこの人には届かないだろう。だから俺はしぶしぶ参加することにした。合コン当日、店は今野主任がよく行く高級料理店。驚くべきことにメニューが存在せず、場にふさわしい料理が勝手に提供されるという。店の場所は都心の一等地。正直言って敷居が高そうだ。こんな店、私だけじゃ絶対入れないよ。一元様は無理だよ、これ。こういった店と普段無縁らしい女性たちは、揃って驚いている。期待していた反応だったから、今野主任は小さくガッツポーズしていた。席に着くなり、アロマの効いたおしぼりがテーブルに並べられる。そして女性受けのする日本酒が提供された。いらっしゃいませ。本日のご縁に感謝いたします。そして店長が挨拶に現れ、深々と頭を下げた。お嫌いなものやお好きなもの、アレルギー等はございますか？続いて女性陣にヒアリングを始める。この店にはメニュー表がなく、店長が直にお客さんの声を聞いてメニューを提供してくれるのだ。私は特にアレルギーはないです。でも油多めの豚肉が苦手で、大体のものは美味しく食べれますが、酸っぱい系があると嬉しいです。まず一人目、ゆかりさんが自分の希望を伝えた。ありがとうございます。イメージしやすいご要望で助かります。お連れ様は。店長は次にみちこさんのヒアリングへ。私、お酒を飲むと甲殻類系のアレルギーが出ることがあって、それは避けたいんですが、他は特段問題ありません。わかりました。それでは、甲殻類を使用しないメニューを考えてみますね。挨拶ともろもろ聞き取りを終えた店長は、そう言って個室を去る。食前酒はスパークリングの日本酒なんですが、お酒に弱い人でも飲みやすいですよ。その後、今野主任は、笑顔で女性陣を気遣い続けた。店の選定一つとっても相当な気合だから当然だろう。今日の会費は女性陣が3000円。一方俺は5000円だ。残りは今野主任が支払うそうだが、結構な額の持ち出しが発生しそうなのは大丈夫なのだろうか。さて、俺が見た感じでは、元気な感じのゆかりさんより、おとなしそうな印象を受けるみちこさんの方が、今野主任の本命に見える。なぜなら、以前好みだと言っていた女優と雰囲気が近いからだ。合コンでこんな高級店に来れるなんて、なんだか大人の世界でドキドキするね。みちこさんがゆかりさんに話しかけ、ゆかりさんも食前酒を口にしつつ、こんなに飲みやすい日本酒あるんですね、と感動している様子。いい日本酒って飲みやすいんですよ。そして今野主任は会話の糸口を絶対見逃さない。逆に俺は酒のことなんて全く知らないし、合コンとも無縁だからほぼ空気だ。やがて美味しい料理が次々に運ばれてきた。オーダーの手間を減らすためか、ビール瓶とグラスも多数用意されている。そういえば、美味しい料理を食べ、ビールを飲んでいると、ゆかりさんが突然切り出した。倉田さんは今野さんの後輩なんですか？見た感じは若いですけど、何歳なんでしょう？ゆかりさんに問われた俺は、25ですよ、と答える。
25なんだ。じゃあ私たちと同世代ですね。私は26で、みちこちゃんは24。倉田さんはちょうど真ん中だ。こういうお店よく来るんですか？製薬会社だから若くても給料良さそうだしね。俺、あんまり店の開拓とか柄じゃないんですよ。営業成績だってそんなに良くないし、基本的にこういうお店には主任クラス以上しか来ないですよ。同年代ということで、うっかり話が弾んでしまった。その結果、一人だけ蚊帳の外に置かれた今の主任は、目に見えて不機嫌になった。外資系にもいろいろいるから。しかし、そこはエリート。黙って引き下がったりはしない。話の主導権を握るべく、ごく自然な流れで会話に入り込んでくる。なんか外資系って競争すごそう。競争はすごいね。っていうか、競争しかないよ。だけど、頑張ったら頑張っただけ評価は変わってくるから、やりがいもあるよ。外資系のこういうところ、俺は嫌いじゃない。大人の余裕なんですね。ただ俺は毎日必死ですよ。読書をする。年齢のこともありますけど、倉田さんって見るからにいい人そうですよね。外資系の、ギラギラ感もないし。ゆかりさんは、そんな俺の様子を見て、好印象を抱いたようだが、やはり面白くない様子の今の主任は、爆弾を投げ込んでくる。こういうのがタイプなの？こいつ、中卒だよ。中卒だったんですか？はい。最初は隠せと言ったくせに、今の主任は俺が中卒だと暴露する。だから嫌だったのだ。でも、中卒で製薬会社に入れるものなんですね。外資系だったから、そこまで学歴は問題にならなかったんだ。それなりの実力があれば、マネージャーにだってなれないわけじゃない。中卒で役職もらえるなんてびっくり。逆にすごいと思うよ。俺が中卒であることを知った二人は、最初こそ驚いたが、学歴動向よりもマネージャーとして働いていることを評価された。二人は俺を見下すどころか、素直に俺を褒めて、話も盛り上げてくれる。ちょっとトイレに。みちこさんが立ち上がった瞬間、面白くないことだらけの今の主任が舌打ちした。冷た。みちこさんが個室を出た瞬間、突然左手に冷たい感覚が走る。何ビールこぼしてんだよ、お前。突然グラスが倒れ、俺の左手はビールまみれとなってしまった。俺は触ってもいないから、今の主任が自分で倒したのだろう。私、スタッフ呼んできます。ああ、悪いね。ゆかりさんがおしぼりを取りに行ったので、個室には俺と今の主任の二人だけに。気まずい以外の感想がない。お前マジで役に立たねえな。俺を立てろよ。中卒が何をちやほやされてんだ？ふざけんなよ。当然、むちゃくちゃなことを言い出した今の主任は、もうこのまま帰っちまえよ。パンツも濡れちゃったんで帰りますって。どういう神経で言っているのだろうか。俺は絶句するしかなかった。少しして女性二人がスタッフと共に戻ってくる。そのスタッフは先ほどの店長だった。お客様、グラスが倒れたとお聞きしました。申し訳ございません。店長は大慌てで
俺と俺の周囲を掃除し始める。大量のおしぼりとモップがすぐびしょびしょになってしまった。いいんですよ、こんなの。店長の責任じゃないです。こいつがドジなだけなんで、雑巾でも渡しておけばいいんですよ。こぼしたのは今の主任なのに、謝っているのは店長。申し訳ないと言われても、それはこっちの方だ。そして、わざとグラスを倒した張本人が、一体どの口でそれを言うのか。そんな、オーナー様の服を私の店で汚してしまったのです。申し訳ないのは当たり前です。オーナー？誰が？ごひいきにしていただいているのに、この店のオーナーをご存じないのですか？俺は別にいいですから、と告げる。しかし、この店が俺の所有する土地に立つ料理店なのは事実だ。大変申し訳ありませんが、倉田様を見下すような発言を聞きましたので、倉田様は確かに中卒ですが、語学留学や現地就職の経験者で、さらに現地の親会社から出向する形で日本に来ている人間なのです。語学留学？海外就職？どういうことだお前。中卒って。全く予想だにしていない事態のせいか、今の主任は驚愕して、まともに言葉が出ない様子。世間一般的な中卒のイメージとは大きくかけ離れているから仕方ないかもしれない。そんなに騒ぐことじゃないですよ。小学校2年生の頃から難病だったこと。あと、うちの会社が治験をやっていたんで、その関係でアメリカに行っていただけです。それで日本の高校と大学とは縁がありませんでした。だから日本の履歴書では、俺は単なる中卒に過ぎない。幼い頃から難病に苦しんでいた俺を救うべく、両親はあらゆる手段を使って治療を試みた。そして俺は解放に向かったが、そのきっかけになったのが、今勤めている会社の新薬だった。俺は命を救ってくれた会社に心から感謝している。だからこそ、もろもろ落ち着いた頃、再度渡米してこの会社に入ったのだ。頑張って働いているうちに、贈与税が少なからず出せるようになったので、俺は実家から不動産資産の贈与を受ける。その不動産の一つこそが、この店が建っている土地だった。外資系は個人プレーなんで、個人個人の入社エピソードにはそんなに価値がないのは楽だったんですが、俺は苦笑する。日本には馴染みのない特殊な入社形式なのは事実です。でも、俺が本社からの出向だと知っている人間はほとんどいません。だから中卒でも製薬会社で働けるんだ。すごい。少なからず重い話だから、女性陣はどこか引き気味ではあった。本当なら、倉田さんは不動産収入があるから、働く必要ないんですよね。ええ。でも俺は会社に恩返しがしたかったんです。それも自分にできる形で。ただ、ここは日本。履歴書だけ見れば、中卒の俺にとってはかなりの狭き門だった。それでも受け入れてくれた会社には感謝の念しかない。俺も会社に恩返ししたかったんだよ。え？主任は本当のエリート社員のはずでしょ？今の主任にも何かしら思うところがあったようで、俺に対する侮蔑は消えていた。俺の妹もな、お前と同じ治験に参加してたんだよ。そうだったんですか。
俺の妹は適合できず亡くなってしまったんだが、俺はどうしても妹の最後の希望を世に送り出したかった。だから今の会社に入ったんだよ。俺は、そんなことが、とうなってしまう。今の主任は文句なしのエリート社員だが、その裏には救えなかった命に対する希望が詰まっていたのだ。どこか重い空気となってしまった個室内だが、女子二人の明るさで何とか持ち直した。そして解散に至るまでなんだかんだ楽しい時間を過ごすことができた。まあ、俺が店のオーナーであることや大病の経験者であることはバレたが、あんな風に俺を見下し、正直苦手だった今野主任の真実も知ることができた。彼は本当に真摯な人間だったのだ。俺は今野主任への見方を改めるのと同時に、彼の生き方に少なからず憧れを抱いた。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。